ペースマリーンとは、人類の希望そのものである。帝国全土は常に戦場であり、我ら超人兵士は常に重宝される。故に我らの存在意義は戦場のみ。教会官として、ブラザーには常にそう教えている。常に最前線で戦い、我らに退路なし、恐れるなかれ、人類最後の希望。そうして育まれるアスタルテス、帝国の守護天使であり、敵には無慈悲な死神である。この世の地獄であるべき姿は人間味をなくし、その姿はまさに大量殺戮者。と、混沌の勢力に皮肉を込めて呼ばれるほどである。いいな、皮肉は事実だ。我々アスタルテスが帝国の敵を倒すか、帝国を倒すかの違い。そうだ、我々は必要を迫られその両方を成してきた。今更何をもって否定するのか。帝国のために帝国を攻める矛盾、それを受け入れ退落した者も多い。だからこそ私はブラザーには人でいてほしい。せめて、かつての仲間を。もう撃たせたくない。ハイブは新たな刺激を得て、さらなる盛り上がりを見せていた。伝説のスペースマリーンがライブを行うという奇想天外なエンターテインメント。その奇跡のショーにハイブ民らは感動し、ハイブはその話題で盛り上がりっきり。大喝采から活気が華々しく溢れ、もはや平和を感じるほどの光景は、出る杭は打たれるってわかります？速攻で正教会に異端の疑いをかけられた。私は所属するこの寂れた修道会に人を集めるために行った。決して紙幣を集めるためでない。いや、かつて帝国正教会の立場を利用して、紙幣を持ち、内戦に発展させた話は知ってるでしょう。修道会の始まりの歴史だ。知らぬわけないだろう。ですから修道会が主体で大きすぎるイベントを勝手にされると怪しいに決まってるでしょう。何を根拠に？根拠がないから多めに見たらカルトが形成。次の日にはディーモンの軍勢が現れたなんて常識ですよ。だからって異端認定はいくらなんでも。認定でなく尋問です。これだってどれだけ譲歩してるか、いい加減理解していただけませんか？はいはい、それで私に何を要求するのでしょうか？ライブ含めてイベントの禁止、せいぜい出る杭にならぬよう控えてください。無理に決まってるだろう。背後の人たちの支えになって。支え？そうだ、貧しくても信仰先が明るければ過酷な日々を耐えきれる。まずはその地盤を引いて。そんなだから異端認定されるんでしょう？腹割って話しますがね、ご存知の通り正教会は、終わってる帝国を神聖と信じさせるのが目的になってます。私みたいな正教会の立ち会い人も、帝国のためなら喜んで狂気に落ちるとがん決まりな連中がほとんどです。その帝国に正教会は面白くないからイベントして盛り上げてます、と言ってるようなもんですよ。何をバカな、信仰先は皇帝陛下に向けることで貢献して。けどライブイベントを取り上げたら民はがっかりし、隙を見た異端の誘惑が横行、そうなるリスクが分かってしましたか？それは、正教会の今以上のことが異端なのですよ。新しい技術が異端なのは今言ったリスクが常にあるからと、司祭ならわかるでしょう。ああ、わかるさ。だからこの星のためと、藁にもすがる思いでもがいたんだよ。はぁ？私じゃなければあなた処刑されてますよ。どうせいつ死んでもいい年だ。だから好きにしていいと。悪かったもういい。私が間違ってたよ。少しでも平和な老後を夢見てすまなかった。十分平和ですよ。その言葉を吐いて、生きてられるんですから。彼の言う通りだ。すまない、盗み聞きさせていただいたよ。はじめまして、用が2つあってお邪魔した。ざわ出せませんが、ならさっさと要件を済ませるとしよう。どうか速やかに。まずはこの修道会のシスターたちが独断で異端の疑いをかけてきた件だが、すいませんうちの子が何したんですか？どういうことですか？無事ですか？いや我々も彼女たちも、無事に歩み寄り仲直りしたから大丈夫だ。よかったそれでどうしてうちの子らが何を落ち着きたまえ。彼女たちは熱心に正教会の信仰が甘い我々を指摘しただけだ。独断と聞いた時は驚いたが、若い娘たちだ、活気があっていいじゃないか。そもそもなぜ？我がブラザーが娯楽用にと船団の活躍をエッセイにしてね。それを帝国で配布していたが帝国への信仰が足りなかったため配布先から異端扱いされたんだ。お気持ち察しますって。近くにいた彼女たちが果敢に我々に向かってきたのだ。なんで高校訓練中に独断でマリーンに喧嘩売るのあの娘らは。確かに、全員を除いてシスターが若き彼女たち3人だけというのは気になるね。いやそもそも現状の修道会がですね。私は話した、修道会にシスターが3人しかいないこと、この惑星は内戦により弱体化しており、下手すれば全部に乗っ取られるかもしれないこと。だがシスターたちの人間性により、奇跡的なジャングたちとの平和な環境が生まれてること。な奇跡みたいなこと続くかと古代の秘術に頼った結果ライブ活動で活気を取り戻したこと。奇跡としか言いようがないな。まるでここだけ別世界じゃないか。当事者としてもありえない環境で、先ほどのように異端尋問が来てしまい、古代の秘術、推し活の封印を迫られてると、その通りでございます。歌を歌えなくなるんですか？
お帰りなさい。手洗いうがいはしましたか？バッチリです。タイマー使いました。飲食店でも働けます。よろしい。では。どうして推し活ダメなんですか？みんな気に入ってくれてます。悪魔だって追い払いました。それは話してる途中すまないが、もう一つの要件を聞いてくれないかな？度重なる無礼をお詫びします。なんなりと。では心して聞いてほしいのだが。成人の死体を預かってほしい。はい。こちらの方は、一体、この惑星の内戦を起こし、アスタルテスになり、別世界で英霊と化した化け物となり果て、危ういところを我々が送った。何を？プライマリスピーカッコプリーストの役。意味がわかりません。混沌ですか？ゼノですか？どちらでもない、別世界のアスタルテスのようなものだ。業界感度の、我々はたわけた集団に見えるでしょうが、嘘をついてはいません。正直最初は警戒していましたが、ありえぬ無礼をも許す寛大なお方と敬意を払っている。ああ、信用してる。だからこそ偽りなく伝えている。業界感度の。君たちは我々が配布した記録は読んだんだよね？はい、マリーンが敵と戦う話ですね。異教徒と戦う話でした。最後は別世界から来た戦士を倒しました。その別世界の戦士の長が彼だ。業界感度の本はまだ下書きみたいなもんでね。かつても私も彼を脚色したがらなくて。業界感度の何せ彼は私が直々にスカウトした。この星の内戦も私が止めたし、彼がジュディシアになる手ほどきをしたのも私だ。業界感度君たちの歌になった古代寺の記録も、私が選ばれた人間のみ立ち入りが許される秘蔵書へ彼を招待したからだ。何かをひらめいた彼がふるさとに隙を残したのも当然知っている。だから私は君たちの活動が異端ではないと理解し、彼の式が残した力による奇跡と考えれば納得できる。何をお望みで？彼をふるさとであるこの修道会で使ってくれ。使う？ご遺体ですよね？埋葬の間違いでは？修道会はね、聖者の遺体は奇跡を起こす。そのため兵器、あるいは装備と扱われる。そう、こんな風にね。うわやっぱ頭おかしいんじゃね？口の聞き方だが君たちは実際に奇跡を起こす。その異常さはマリーンの戦術家が匙を投げるほどだ。ああ、奇跡ならしゃあねえっすね。蛇口ひねったらアダマンチウム出ますし、この前は歌で悪魔を追い払いました。そう、ともかくその奇跡を起こすような聖者は、遺体となり果て、なおも不可思議な現象を起こす。まるで君たちシスターと相乗効果のように、だ。はい。そして彼の遺体はその星で埋葬しようとしたが、奇跡が起きてしまった。どのような？彼と共に倒した相棒のグリフが、この遺体を埋葬地から掘り上げた。らしい。グリフ？まさか本に出てたやつですか？そう、帝国でも神格化されてるグリフォンだ。マジかよ。でも本に倒したって書いてましたよね？ああ、ブラザーが確かに貫き、グリフォンの亡骸は獣に食われてた。じゃあなんで？いろいろ考えたが奇跡と断定した。はい。我々が丁重にふるさとへ連れて行くと決めてから何も起こらなかったからだ。いくらなんでも偏屈的ではありませんか？私とて僧侶だ。魂の扱いを常に意識している。最後まで気高く戦った戦士をただ土に返すだけが無別であると。我々以上の知的生物。いや、神話生物が認めた相棒だ。そんな彼の扱いが、ただ敵の地に埋めるだけとは無別ではないか。肉体が朽ちて怨霊になろうと我らが誉れに泥をかぶせてなるものか。と、もしグリフの意志がこの世にあるなら、でね。ロマンチストですな。何を言うか、我々は現実に彼とその幻獣と殴り合ったんだ。この世で彼とグリフに敬意を送る権利があるのは、私くらいのもんだろう。話は聞かせてもらいましたよ。これはお会いできて光栄だ。それはこちらのセリフですよ。誇り高きアスタルテス殿。帰られたと思いましたが。正教会の伝達係の私は帰りました。今の私は異端審問官です。こそこそ修道会を嗅ぎ回ってましたが、先ほどの話が事実なら混沌以上の脅威の秘匿。虚構であるなら廃墟を企ててるように見えます。そもそも厳重注意は先ほどしたばかりというのに。貴殿は、自分より強い相手に恐れることなく向き合えるのか。したくありませんね。異端の脅威はよく理解してるからこそ。彼らは貴殿らよりはるかに凶悪な戦場でかつての身内をほふり、亡骸へ敬意を払うために。お気持ち察しますが、被害で考えれば駆除が帝国のためでしょうが。ならわかるのか、かつての仲間に歯を向けたことがどれほど帝国以上に優先される感情など許されるわけないだろう。貴様。やるならやれ、私が拠点へ連絡をよこさねば、ここの修道会は異端認定しろと伝えてる。わからないのか、わざわざこうして表に出たのは貴様らを正気に戻すためだ。正気だと？
別世界で戦い帰ってきた味方をほふり、悲しむ間もなく厳重の意志を組む。そんな連中の正気なんざ、我々の想像の範疇で考えられるわけないだろう。大丈夫だ、この修道会を潰させはしない。また我らと揉めるのか？これだからアスタルテスは、そんなつもりはない。ただ猶予をもらうようお願いしたい。帝国より優先するものはないと言ったはず。それは金を渡してもか。金をもらえるならいいよ。話が早くて助かる。まずは君が着服する額を決めようか。いやいや何を言いますか。まずは正教会へ届く方を考えましょう。パイプ役の中心は君になるんだ。そこを太くしないと続かないだろ。いやそんなことないですけど、誠意見せられたら人数揃えてしっかり地盤組ませてもらいますよ。となると収益を上げる計画を練らなければならないな。今後のイベントについて話すから君もぜひ立ち会って。いやいや何普通に汚職に巻き込もうとしてんすか？年の割には清い心をしてるね。ほんま頭固いんですよこの人。ああわかるわそれ。目がくっそ真面目なんすよ。こら強制不可ですわ。君たち悪い大人から離れなさい。突っ込みたい気持ちはわかるがね。旗から見ても君は実直すぎるよ。いや何を正教会の者が、異端かもしれない修道会へ一人で尋問しに来るんだぞ。変と思わないか？そして君と話してる風景はまるでビジネス交渉だった。こちらとしても困ります。気を使っていただけないか。だの、とても一国の責務を命がけで背負う宮遣い者の話し合いではない。と、なればこの状況で彼が君としたかったのは商業相談しかないだろう。そうかな。よくご観察されてる。もっとも、私も命がけだったのには変わりないと言うと、そりゃこんな交渉してるのが公になったら即処刑ですよ。はっはっは。めっちゃ悪い人。極悪人燃やして。何を言うか、この町を仕切ってる天狗も元締めは正教会だよ。異端審問や正教会はちゃんとした教育を受けてなるわけだが、背部の人口で一番いるのは下級労働者だ。その格差は年々広がっていき、正教会だけで管理できない。と、なれば優秀な天狗と提携して惑星管理をうまくやるなんざ普通にしてることだよ。マジか。じゃあもしかして働いてくれてる人たちって。会話が成り立ち、労働と対価を守って真面目に働いてくれてるんだろう。その時点で優秀な人員だから、管理してる人は真っ当な教育を受けてる人の可能性が高い。待て、じゃあこの修道会は崩壊するほどヤバくなかったのか？まあ、修道会に力がなさすぎれば天狗なりなんなりと飲み込まれるかもだが、皇帝陛下万歳イベントまで協力してるんだから、正教会の人間が関わっててもおかしくないだろう。そういうことだ。君はどうも短い命を正しいことに使おうとしてるみたいだが、見えるはずのものも見えなくなってないか？それは、理想を強く抱いた者によく見る光景だ。危険だが若い人たちにありがちだよ。非女子サイビー。まだまだ若いんすね。共に行きましょう。いい仲間だね。やめなさい。時間もないしさっさと話をまとめておきなさい。私はずっとここには入れないからね。ソージエンペラー。納得いかなそうだがね、私が君に手を貸そうとしたのはお弟子さんでしょう？それもあるが、君が我々の痛みを感じて叫んでくれたからだ。私は君より5、6倍は生きている。弟子はあっちの世界でもっと生きたみたいだ。寺を管理するハイロードは、人間の分際で改造してさらに長生きしてるって話もある。堂々と若さを誇り、君の理想を追い続けなさい。応援するよ。なんと言えばいいか。わかりませんが。助けていただきありがとうございます。なら、我々に合う歌をいつか作ってくれ。皇帝陛下のためにアスタルテスは帝国の階級としては一番下にある。だがウルトラマリーンの総主張はハイロードより上の立場にある。あんな人がいるなら、その矛盾も理解できた気がする。そしてこの聖人は、私の経験では想像すらつかない。どうかこの修道会をお導きください。こんな時間にレッスンとはな。どれ？久しぶりに指導しに行くとするか。シサイビー。バレた。隠れて。あ、行っちゃった。シサイビーお願いします。毎日餌と散歩行きますから、ちゃんと自分らで面倒見ますから。君たち。敵はほどほどにね。ソージエンペラー。こうして、修道会は様々な形で守られるようになった。そして背後では一つの噂が流れる。帝国が崇拝するグリフォンが、修道会付近で夜な夜な飛んでるんだとか。長生きせねばな。